こんにちは、あおいです。今日はナスとキャベツの味噌汁を作っていきましょう。保育園管理用紙、あおいの給食室。今日はナスとキャベツの味噌汁です。ナスは夏野菜なので、7月とか8月の献立に入れることが多いです。でまずね、野菜切っていきますね。ナスから切りましょう。でナスは結構皮が噛み切りにくいので、しっかりと皮を剥いていくんですが、全部の皮を剥くんではなくて、交互にしましまに剥いていきます。お、よく切れるな、このピーラー。ちょっと待っていつもね、これ置かないんですよ、まな板に。しましまに剥いていくんですけど、交互にしましまになるように剥いていきます。ちょっとこのピーラー結構太く剥けちゃう。こんな感じでしましまに剥くと、皮が口の中に残りにくくって、お子様でも食べやすくなります。今日はね、いちょう切りにしていこうと思うんですけど、いちょう切りってね、まずこの半分にして、多分これをパカって寝かせて切ると思うんですね。だけど保育園の場合って結構ナスをね、1本とかじゃなくて何十本も切らなきゃいけなかったりするんですね。例えば100人とかの料理の場合は。そういう場合はこういう風に根元の方は残しておいて、いちょう切りになるように切り目を入れて、それで今日は1本しかないんですけど、例えば2本とか3本とかこう一緒に並べながらこのまま切っていきます。でナスは柔らかいので、少し厚め、あんまり薄く切らないくて厚めに切って大丈夫です。こんな感じです。で最後の方は、ここ切り込みが入ってないので、こんな感じです。でナスはアク抜きをするので、ざるに入れてこのまま流水にさらします。ナスが切れました。次はキャベツを切っていきましょう。キャベツの保育園の下処理は1枚ずつ剥がして、これをきれいに1枚ずつ洗っていきます。でキャベツの切り方は線に沿って繊維が入ってるので、これを断ち切るように切るんですね。この場合はこういう風に繊維が入ってるので、こうやって縦に切っていく。そうすると繊維が口の中に残らないで噛み切りやすくなります。でちょっとこのままだと長さ切りにくいので、半分にして重ねて切っていきます。キャベツの中から青虫出たよ、ニョキニョキ、お父さん青虫。これね、保育士がよく歌ってたんですけど保育士さんね、よくいろんな歌歌ってて、給食作ってる時にすごい聞こえてくるから、で私多分ざく切りにしたかったのに、勢いで千切りにしちゃった間違えちゃった。キャベツ間違えて勢いで千切りにしちゃったんで、ちょっともう一回切り直します。結構ザクザクっと切ることが多いんですよね。これぐらいの幅に切ってからザクザクと、こんな感じに四角く切ることが多いですね。その方が一口でパクッと入りやすいので、結構小さく切ることが多いです。キャベツが切れました。今日は作りやすい分量で作るので、 500cc を鍋に入れていきます。300、200、500cc 入りました。それで昆布を入れるんですけど、多分ご家庭で作る場合は昆布をね、そのまま鍋に入れて、だったら昆布を箸で取るっていうやり方をやることが多いと思うんですけど、保育園だと結構大量調理の場合は箸でね、一本一本昆布を取るって結構大変な作業なんですよ。じゃあどうやって保育園でやってたかっていうと、こういうね、ざるに最初から昆布を入れておいて、それをお鍋につけます。でそこから取り出しておくと、昆布の取り出しがすごく楽になるので、今日はそのやり方でやっていますね。そしたらちょっと水の量が少なかったらないかな。ちょっとこんな感じで、見た目すごい悪いんですけど、斜めでいきましょう。昆布は30分くらい水につけてから火をつけるといいんですけど、大量調理とかしてるとなかなかそれだとね、時間がないっていう場合もあります。そういう場合はもう昆布を入れたらすぐに着火して OK です。私もね、結構100人120人くらいの料理、保育園のね、給食作ってた時あったんですけど、やっぱりそういう場合って本当に時間との勝負なので、
なかなかね昆布30分つけておくっていうのもちょっと難しかったので、結構ねすぐに火つけちゃうことも多かったです。ただね、メニューに時間があるとかそういう時は30分昆布つけておくとか、そういう方法をとっていくといいと思います。しばし待ちます。あと本当は弱火でふつふつとゆっくり昆布はだし汁を作っていくんですけど、それだとね保育園も結構大鍋で作ると時間かかっちゃうので、もう一気につけて沸騰する前に取り出すっていう形をとってます。はい、で周りがふつふつとしてきたら昆布はもう取り出してしまいましょう。でまたこれはそのまま使うので入れます。で次はね鰹節を入れていくんですけど、一旦火を強めてだし汁が沸騰したらここに鰹節を入れていきます。分量は下の概要欄のところに書いてあるので、それを参考にしてみてください。で鰹節を入れたらもうすぐに火を止めます。今ちょっと焦って止めるの忘れちゃったんですけど、鰹節入れた時に長くぐつぐつと煮ておくと鰹節の苦味えぐみが出てしまうので、鰹節入れたらとにかくすぐ火を止めましょう。ちょっとね今回買ったものがねちょっと汁に対して合ってなくて、大きさが浸ってないんですけど、本来は浸ってます。それでご家庭だと多分鰹節を入れる場合はお鍋に直接入れて、その後キッチンペーパーを引いたざるの上でこすっていうやり方をすると思うんですけど、保育園とかの大量調理だとそれがなかなか難しいんですね。私が作っていた場合だと一番多くて3、40リットルぐらいの味噌汁を作るので、それをねこう鍋を抱えてバシャンなんていうことは絶対できないので、なのでこういう形でもう最初からざるを入れてしまって、その中に昆布とか鰹節を入れてざるを取り出すっていうやり方をやってました。火を止めて鰹節が沈んだら鰹節もこのままざるごと取り出します。でこれ時々ねこの鰹節を箸でギュギュッとやって取るっていう方法をねやってる方もいるんですけど、そうすると鰹節のえぐみとかが出てしまうので、これはねあまり触らない方がいいです。取り出したこの鰹節とか昆布っていうのは結構ねもったいないので、手作りのふりかけを作るとかいう形で子供たちにね配ったりっていうこともやってました。はい、それでは美味しいだし汁が取れたところで野菜を煮ていきましょう。またね火をかけて火を強火にして沸騰させます。だし汁がふつふつと沸騰してきたら先ほど切った野菜を入れていきましょう。キャベツ入りました。ナス入れていきます。ナスそれで、火はね中火にしてくつくつと柔らかく煮ていきましょう。でその間にお味噌を測ろうと思います。で調味料は基本的に保育園で作る時は目分量ではなくって必ず計量するようにしましょう。結構ね目分量でやってると味がねだんだん濃くなったりとか、せっかくねこう栄養価揃えて作った献立が栄養価がどんどんずれていってしまうので、計量をするようにしましょう。ご家庭で味噌汁作る時も一度味噌を計量した方がいいです。結構ね味噌汁って薄味なんですよ。味噌汁だけじゃないですね。おかずも結構全体的に保育園で薄味で作っていて、大人にとってもね調味料は少なくした方がいいんです。なのでお子様と同じ味でも満足できるようになるためには毎日ね測ってちゃんと薄味になれるってことが大事です。このねお味噌汁がグツグツという音もすごいいいですよね。子供にとっては耳から入る情報とか、あと目から入る情報、いろんなね五感を使うことによって嫌いなものとかがだんだん好きになってきたりっていう効果がね見られるので、こういうね音を聞かせるっていうのもすごく大事なんですよね。味噌の溶き方も保育園ならではのやり方っていうのがあって、まずねこの味噌にだし汁を加えます。だし汁を加えたら攪拌してぐるぐると溶かしていきます。で結構保育園の味噌もご家庭の味噌よりも量が多いので、こういう感じで事前に器とかボウルの中で溶いておくと入れるのがすごく楽になります。で完全に溶けたらこのままザーッと流し入れましょう。で味噌を入れたらもうねこのまま加熱しちゃうとすぐね風味が飛んでしまうので、味噌を入れたら火を止める。これでナスとキャベツの味噌汁の完成です。
できました。完成。味噌汁いただきます。結構ね、キャベツの甘みが出てるので、少ない味噌でも、美味しく感じられます。美味しいご飯が欲しい。葵の給食室。この料理が少しでも作りたいと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、今日も元気にいってらっしゃい。